銀座にある天ぷら近藤と申します。本日は人参のかき揚げを揚げます。でもこのかき揚げって普通の太さも違うんですけども、私の考えているかき揚げというのは、これは本当のことを言うと、人参の嫌いな人ために考え出したものですから、ちょっと普通の揚げ方は違うと思うんで、私これは皆さんが非常に喜びます。ではぜひそれを拝見してください。私たちはこれから人参のかき揚げをやります。人参っていうのは縦に切るのと横に切るのがありますけども、横の方はどうしても丸まるんで、我々は縦にこう入れることを目的としています。どうしてかというと、縦でないとやった時にうまく散らばらない。そういったものでこう縦を切ります。でこれは、私たちもいろんな人参を使いました。でも一番いいのは洋人参が一番きれいに映るのは確かめて、これに変えました。大体こういう大きさを切って。で、人参というのはこうありますよね。人参と皮を剥からしたんですね。これをまず平行に剥くように。できるだけこう平らにこう剥いて、こういうふうな剥き方します。これで僕らが考えると、普通はこれを千切りにして、よく妻とかによく使いますがありますね。それより妻は細すぎるんで、もうちょっと太ももの方がおいしく人参の香りが出るんで、それをできるだけこう同じように。だいたいあんまり厚すぎず薄すぎず、ちょっと難しいけども、よく人参のつまやりますね。あれはちょっと薄すぎるんですよ。どっかというとやった時に散らばりが柔らかすぎちゃって、逆に油を吸っちゃう可能性がある。だからあんまり薄すぎてもいけない。だからだいたいこの程度ですね。お見せしますね。だいたいこの程度で見えます。この程度が一番いいですね。あまり薄すぎると、どうしても人参っていうのは薄いとどうしても油を吸う可能性があるんで、衣が吸っちゃうわけですよ、薄すぎて。だから少し厚めの方が、だからこうやっててもこれもそうですけども、みんなこのぐらいですね。これもみんな大体同じこういう感じ、このぐらい。これはもう普通のだともっと薄いですよね。だからずっとこうやってると大体このぐらいの程度でなっていく。これが理想的な形です。切り方は普通並べてサイズなんで、このまま切るわけです。そうするとね、案外と楽にできますね。こうやってここで切るわけです。そうするとこれでこう切って、それからこれ大体合わせて、見えます？これこういう、それでこういう状態。でこういう感じで、このぐらいの感じで切っていくんです。こういう感じですね。大体大きさが。こうすると両方とあまり細すぎると人参もちょっとしたらちょっと縮むんで、それだけちょっとあまり薄すぎるとそれが縮むことによって油が入る可能性があるんで、あんまり縮んでも大丈夫なので、ちょうどいい。これはこのぐらい切る。人参の一番肝心なのはもうこの切ることと、あと入れる瞬間が一番問題なんですよ。もうこれの微妙なそれをちょっとでも逃すと、例えば温度高くなっちゃったら焦げちゃう、低くなったら水分油を吸っちゃう。で私たちの時はこれを入れた時にバッと散らかる、バーッと散らかるような温度が一番最高です。それを目指して今からやりますから、まず卵水、これだとだいたい2リットルに卵4つ、500cc2 個です。そういう割合でやってます。
それをよくかき回して、卵水を作ります。で小麦粉はよく振ってください。振らないとどうしても粒々ができすぎちゃうんで、まずいんでよく振ってやることが一番肝心なことです。でこれじゃあ入れます。だいたいこれに理想的に言うと卵これを1カップに対して卵1カップに対して粉を全く1カップが理想的な粉の作り方です。これをやらないとそれを上下することによってこういうものができるんで、そこだけは必ず覚えておいてやってください。お願いします。で基本的に全部1回に入れなくて3回ぐらいに分けて入れるのが理想的ですね。どうしてかというと初め8の字を書きながら潰すような感じですね。そうするとこれグルテンができにくいんで。2回目を入れますね。でものすごく皆さん心配するのは粒々を、要するに粉の粒々がありますよね。それを取ろうとしすぎてかき回しすぎちゃうとそれはやらない方が絶対ですね。粒々があっていいと思います。それはなぜかというと粒々があるってことはグルテンにできてないって証拠ですから、これを必ず覚えておいてください。途中でこういう感じでまだもう一回入りますね。まだこれ水っぽいですね。水っぽいで粒々ありますね。これちょっとありすぎですけどね。でもう一回入れます。こうかき混ぜるとグルテンができるね。8の字で書くような感じでやってくれればグルテンができにくいです。それからきれいに、溶けます。このくらいでいくと大体このくらいで、ね、ちょうどいいです。これが基本的な衣の作り方ですね。で今度は今日は人参ですので、人参はちょっと違うんです。特殊なんで、まず人参をこの卵の液をこれもスッと衣を入れますね。でも実際にこの衣ですと人参は硬くなりすぎちゃうんで、これを逆にもっとばらします。というのはこれを逆に粒々がないようにしなくちゃいけないんで、ここから入れるわけです。だいたい今この衣は非常にこう見て粒々ないですね。ありますか？で薄い。この薄さが人参にとっては必要なんです。だからこれ以上この衣でやると全部バリバリバリってくっついちゃうんで、くっつかないためにはこのくらいの薄い衣を作ることが必要です。まず粉をまぶします。これはまぶしてから今度はこれを1本ずつ粉をかぶしてあげようという気持ちを持って粉を完全に粉を1本ずつまぶしてやってください。この細さの1本ずつに粉をまぶしてあげるという頭が入れないと適当になっちゃうんで、そしてこういう感じで、今度はこれをもうさっきの液へ入れますからね。バラバラバラと。この間ここでかきますから、このあんまり細い方がいいですから、できるだけ細いものでかきますから。それから人参が細いために太いとどうしても重なっちゃうんで、これ一回ばらしてやらなくちゃいけないんで、細かく。で皆さんこれでもうできただろうと思うと、ここは違うんですよ。これは今粉を実際に人参の粉と一緒に入れましたよね。だから逆に粉が濃くなってるわけですね。だからもう一回卵水を入れますよ。だいたいでこれもこう見て、なんとか見てまだほらちょっと粉がかかってるから、もうちょっと薄めた方がいいです。あんまりいっぺんにやらないでください。ゆっくりここからはもう慎重にやらないと絶対に失敗します。だいたいこのくらいですね。今お見せしましょう。このくらいです。
でこれを今度は入れます。でここまでをやらないと大体ほとんどがバッと散らからなくて硬くなって、みんな硬く握手しだしちゃってカチカチになっちゃうんです。握手をさせないように薄くしたい。それでまず1回目この液を入れますね。これはいいなと思うけど、これは天ぷら揚げにはいいんだけど、これには強すぎます。今175、6ですか。170ぐらいに落としますね。170っていうのは少しいってゆっくり衣ができてシュッと上がる程度が170ですから、衣は必ず入れてからシュッ、もう一回いきますね。ここがね本当に分かれ目なんで慎重かつ全般的にこう振らないと、どうして全般的に何で振るかというと、こちらの温度とこちらの温度とこちらの温度が違う場合があるんで、そうした場合に一回こうかき回してあげることが必要です。これがバラバラになったとこっちは焦げちゃってこっちは全然上がってないというようなところもあるんで、それ一回こうじゃあずーっとこう見てあげる。これ良くなってきましたね。これぐらいですね。これがだいたい170入れます。一回こうかき回してもらって、そうすると下に衣がよどんでる場合があるんで、その時もう一回見ていただく。これが完全にこう透き通るっていうか、もう一回いきますね。これくらいですね。これが一番最高ですね。このくらいじゃあ入れます。いいですか？こう散らばりましたね。これが最高です。それでこのピカピカピカってこうなんかちょうど線香花火を固まったようなパキパキパキしてますね。そのような形が一番理にかなってるものですね。それからこれがゆっくりと見て、まず上げるタイミングっていうのは、まず最初ゆっくり見ながら火の調節をして、で全体的にこう一回触ってみて、ちょっと柔らかめでないと硬くなってからおしまいですからね。この辺です。この辺からもう割ります。でこれを今度は持ち上げます。こういう感じですね。これは中に空洞ができてるでしょ。この空洞が必要なんですよ。これがベタっとこうくっつき出しちゃうとこういう形にできました。そうするとここへやった時はね、少しまだね完全に火を通ってないような状態で出してあります。っていうのは、そうしないとこうやった時にこううまく固まらなくなっちゃう。あちこちこうなっちゃう。だからそれから見てずっと言っててゆっくりとこうやってると、そうするともうこれで出来上がって、このままこちらへこうします。これが人参の私の天ぷらです。出来上がりました。ぜひ見てください。ではいただきます。食べ方ははい、真ん中からこう入れるんです。真ん中こう入れて、それでバッテリーこう入れる。そうするとばらけます。はい。これは1個から取っちゃうとなかなか食べられないので、できたところからもうちょっと取って食べると何もつけないで、要するに塩とか何もいりませんから、そのまま人参の味が出ます。そうですね。塩も何もないですね。いただきます。油の匂いしますね。いやもうふわふわですね。なんかふわっとした感じと、あと人参の甘い香りが後できますね。とっても美味しいですね。
軽やかですね。天ぷらにはあんまり思えないかもしれない。全然人参の天ぷらっていうから普通の人参の天ぷらをイメージしてました、ああ、そうですか。揚げ方もとってもユニークで面白かったですね。これはね、私がお客さんが人参を食べられないことが多いんで、それをみんな買ってきてこういう入れて食べさせて、堂々と見せて食べさせようというんで考え出した。欠点が嫌いな人の欠点を全部聞いて、ぐにゃぐにゃするとか、匂いが嫌だとか、そういうのを全部省いてこういう考え方を。それでも美しくないと天ぷらってただにぐしゃってやるのはやっぱり美しさは必要なんですよ。ふわっとした立体感がいいですよね。これなんか本当に人参の世界が全然変わったような感じです。ありがとうございます。とっても美味しかったです。ありがとうございました。